1945年8月、日本は敗れた。都市は焼け落ち、かつての日本はその姿を失った。食べるものも足りず、帰る家もなく、ただ生き延びることだけが現実であった。それから19年、1964年10月10日、東京オリンピックが開幕する。国際社会への復帰とともに、日本は世界を迎え入れたのである。そして、そのわずか9日前、世界初の高速鉄道、東海道新幹線も走り出した。1945年の焼け野原から始まった19年。戦後の急速な復興は、やがて東洋の奇跡と称される。戦中、そして戦後、この国で懸命に生きた人々が礎となり、日本の歴史は今を生きる私たちに紡がれたのである。ですね、一つ最初に言った生きるためです。何もないんですもの。やっぱりね、私が職場に復帰しましたよね。同級生ってのはね、こんなに下がって、一番最初にやろうと思ったのは、追いつくこと。追いつけ、追い越せ。これがね、当時の日本に、みんな思ってるんだ。どこの国か分からない。とにかく追いつかないよな、と。何もないわけだから。そこから、ある程度の水準まで追いつけ。そしてから追い越せ。というのが、誰も言わないけれども、そういう思いあったんじゃないでしょうかね。ほんで経営者の中にあったんじゃないでしょうかね。とにかく追いつくんだと。で、当時は本当にもう、あれですかね、通信っていうか、外部から入ってくるってラジオだけでしょ。そのラジオで、やたらめったらガー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 言うラジオですからね。もちろん真空管ですから。アメリカからの入ってきてるんですよ、ポータブルっての。大きいやつだけど、なんと性能いいか。なぜかというと、日本の当時の各家庭にあるラジオでは短波入りませんで、ラジオしか入らない。ところが、持って歩けるやつですよ。もうこんな大きなもんですけど、短波が入るんですから、もちろんラジオ入る。自分たちの、新中君の音楽やなんか入ってる他に、その短波が入るわけですからね。これは、ああいう仕事に携わっていた人たちは、これはやっぱり追いつかないと、そういうものに。それで、私も驚くね。私が使っていたラジオというのは真空管ですよね。大きさ、ところが、当時アメリカが持ってきたのは、こういうやつ、真空管ですよ。真空管で、こういう小さいものだったんですね。これは何を意味するかっていうと、コンパクトになる。とにかくこれ、でかい真空管だと、とにかく熱はこもるし、大きいからコンパクトにできないですよ。ところが小さいやつ、やがてトランジスタってのが出来上がってくるんですね。だから、思うにやっぱり追いつき、追い越せっていう思いをみんなあったんじゃないでしょうかね。文化のその違いに対して。なぜかというと、私はジープを田舎で見てるんですよ。当時は私は見てるのはトラックしかないわけだからね。まだバスもないし。やがて仙台に出てきたらバスが走ってたんだけど、
私の田舎のところにメイン道路なんですよ。今は国道になるんです。昔は県道って言ったんですが、その県道は舗装はされてませんが、砂利道で幅も広いし、とにかく整備されてる。そこへ米軍が来た時、わざとじゃないかと思うんだけど、田んぼで入っていて、走っていくんですよ。それを見た時はやっぱ驚いたんですね。あんな小さな車が田んぼを走るのかと思って。いや、それは戦車なんかって言ったら分かったけどね。あんな小さな車が走るのか。ですから当時はそういう技術に対して、文化も含めてですが、追いつけ、追い越せという思いが全部であったんじゃないでしょうかね。それと何よりも思想が変わりましたよね。それは時間がかかったんですよ。時間がかかりましたけど、それもものすごい当時の原動力になってるんじゃないでしょうかね。私も電信局に行った時、とにかく同じチーム、隣のチームですね。新人が住戸帰りの方で、かなり思想的にそういうことだったんですが、そうかなと思って聞いたのが、大学に入っていろんなもの、そこまではそういう本さな見ることできなかったですね。それでやっぱり違うと思いましたね。ということで、これほど日本が焼け野原から早く立ち上がれたのは、やっぱり追いつき、追い越せという思いがあった。今は逆になってますけど。一つは特攻隊にしろ、亡くなった人たちにしろですね、ある目的のために行ってるわけですね。その目的を追求するために亡くなったり、してるわけですね。特に特攻隊の場合はもう昨日申し上げたように、もう自分たち一度それに乗ったら帰れない。もう死刑申告と同じ。でも行く。それは一つの目的のためなんですね。ですから、あの人たちにとってはもう目的がしっかりしてる。個人の目的がしっかりしてる。なぜかというと、私も何回か、特攻隊に手を挙げたことあるんですよ。それは、まず、当然のことながら、若いから失うもの少ないんです。ある程度年齢になって家庭を持つようになったら失うものが多い。ところが10代だと自分しかないですからね、失うっていうのは。それから知識もない。ですから失うものが少ないから簡単に手を挙げる。特攻隊という自爆のためにですね、迷うことなく手を挙げる。そしてその目的がしっかりしてるから。もう叩いて死ぬんじゃないですから。そこにある船であるとか、そこにある飛行機をとにかく壊すとか爆発させるとかっていう、もうしっかりとした目標があっていくわけですから。そしてそれは何のためかというと、やはり我々は国を守ってやらねばならないという思いですね。それはその思想がいいかどうかっていうのは私もわかりませんけど、当時はまさに国を守ることに専念していたということじゃないでしょうかね。多様化しすぎてるんじゃないでしょうか。それはいいことだけど、まとめていくっていうのはこんな後世に残していくっていう思いはありますけれども、難しいですね。
時は